こんにちは、ちぼです。今日はパッキングの基本のコツ5つを紹介します。私自身も一人旅を始めた時っていうのは知識も経験も何もないので、もうわからないことだらけでした。経験を重ねていく中で、ああした方がいいな、こうした方がいいな、次はこうしようかなっていうのを、自分の中で見つけていきました。なので今回は初めての旅行ですとか、なかなかちょっと荷物の整理が苦手でうまくいかないのなど、お困りの方に届けられたらいいなと思って動画を作っています。基本的に私はバックパックで旅行することがメインなので、バックパックを想定した感じでお話はするんですけど、もちろんキャリーケースやスーツケースでも通ずるものの内容になっています。今回この5つこの内容で進めていきます。それではスタート。まず1つ目は、荷物は用途に合わせて仕分けするということです。これは荷物の仕分けの基本になります。で、どういうことかというと、これは私の身の回りの経験でもあったことなんですけど、荷物を全部まとめて入れちゃって、でもどこに何があるかわからない状態だから、ホテル着いてベッドでもう荷物をバーンってぶちまけてる友達がいたんですね。でもちろんそれは人それぞれのやり方なので、別に否定するつもりもないですし、人それぞれのスタイルでいいかとは思うんですけど、やっぱどこに何があるかわからないから、結構探すのに手間取ったり、あとはバーンってぶちまけちゃうから紛失リスクもあるんじゃないかっていうことを思いました。だから使う用途によって荷物を仕分けるっていうことが大事になってきます。イメージとしては、このタイミングで使うっていうものをひとまとめにするっていう感じですね。例えばお風呂セット、スキンケアとかですね。でまたそれをカバンとかスーツケースの中にしまう時も、別々のところに入れるとかじゃなくて、同じところに入れておくと、お風呂入るタイミングでお風呂セット使うし、そのお風呂上がった後にスキンケア使うっていう、この一連の流れ、タイミングがあるので、荷物も取り出しやすくなります。紛失のリスクっていうのも軽減できるかなと思います。で、おすすめはジップロックです。これ個人的に私のおすすめなんですけど、ジップロックです。で、今も100円ショップとかでもいろんなサイズとか、街あり街なしとかいろんな形のものがあるので、皆さんそれぞれに必要なサイズや大きさをお買い求めいただくこともできるかと思います。で、ジップロックの何がいいかっていうと、3つなんですけど、まず1つが、透明で中に何が入ってるかが分かりやすい。なのでリュックの中でもパッてすぐに分かるし、スーツケースパッて開いた時にも何が入ってるものかっていうのが分かるっていうのが私的にいいなって思うところです。でもう1つはやっぱ軽いですし、あとは丈夫っていうことですね。で、密閉できるっていうことです。3つ目は、汚れたり破れてもすぐに変えられるっていうことですね。やっぱちょっと可愛いお気に入りのポーチとかだと、ちょっと旅先で汚しちゃったりするとテンション下がっちゃったりすることもあると思うんですけど、ジップロックだったらね、破けたりちょっと汚れても、ああいうのそれこそ100均とかでも5枚入り10枚入りとかで売られてますから、買いが利くということでも使いやすいかなと思います。で、これはパッキング動画とか旅の便利グッズ紹介とかでもお話は私してるんですけど、私はだいたいジップロックを使ってます。お風呂セット、スキンケア、化粧品とかも洋服も全部ジップロックにだいたい入れてます。以上が荷物は用途によって仕分ける。そしてその中でもおすすめはジップロックという紹介でした。そして2つ目が、服は1日ごとに分けて収納するということです。これも私の身の回りの実体験なんですけど、アイテムごとに荷物をまとめてる友達がいたんですね。例えば T シャツだったら T シャツを5枚ぐらいポーチに入れてとか、で下着は下着だけで入れてって。ただその友達はちょっと困ってたんですね。どうしよう、もうちょっとうまく収納できないかなって言ってて、やっぱ毎回全部取り出さないといけないですからね。次の日着替える時も T シャツのとこから T シャツ1枚取って、で下着のとこから靴下1足取ってとかなので、私自身は1日ごとにセットにしてるんですね。もう上から下までのセットっていうのを分けて収納してるので、私はそうしてるよって言ったら、あ、なるほど、そっちの方がいい、じゃあそうしようみたいになった時に、なるほど、こういう一言も役立つのかと思って、私も逆にその友達からヒントをもらったんですけど、その日の気分で着る服を一から決めたいですっていう方はいいと思うんですよ。アイテムごとに T シャツなら T シャツ、下着なら下着、スカートならスカートとかにしておけば、パッて全部開いて今日はこれにしようかなって選べると思うんですけど、特別そこまでこだわりのない人、私はそうなんですけど、とかだったらもう1日ごと、今日着る服、明日着る服み
みたいな着替えのセットごとに分けた方がいいかなって思います。下着類、上の T シャツと靴下とか、そういうのをひとまとめにして、私はだいたいこの A4 のジップロック、すいません、めっちゃいつも使ってるやつなんですけど、持ってってます。ここに下着類と T シャツとかをこう薄く伸ばして入れてます。着替えが例えば2セット持ってくんだったらこれが2個あったり、3セットだったら123ってあるっていう感じで、私は1日ごとの着る服っていうのをまとめて収納するようにしています。そうすればこれだけ取ればその日の服っていうのは着替えられますし、もしね荷物のパッキングというか荷物の収納もなんかちょっと困っててこのやり方やってないという方いたら、よろしければちょっと試してみていただければなと思います。はい、以上、服は1日ごとに収納するということでした。ちなみになんですけど、洋服の選び方っていうのはそこまで極めてはないですけど、なるべく乾きやすいものとか薄いものにしてかさばらないようにってしてます。で、これはちょっと私パッキングのね、エジプト、トルコ、アブダビのパッキング動画とかでも言ってるんですけど、真冬でもなるべくかさばらないような服の選び方、選定の仕方、パッキングの仕方っていうのも紹介しているので、もしよろしければそういったことも知りたいっていう方は参考になるんじゃないかと思うのでご覧ください。はい。続いてがですね、軽いものや使用頻度の低いものから詰めるということです。これはですね、私ちょっと趣味で登山とかもたしなんではおるのですが、登山を始めた頃に覚えたコツというか、それまでは全然こんなことを考えたこともなかったんですけど、重いものからね入れちゃうと重く感じるんですよ。とかもこんなことを私本当登山をするまで何も考えたことなかったんですけど、そうなんです。軽いものから入れると軽く感じるんですよ。っていうのはなぜかというと、重いものからどんどん入れちゃうと重心が下に来ちゃうので重く感じるんです。ずしんってなんですけど、軽いものを入れることによって重心が上がるので軽く感じるっていうことですね。これ本当に変わるんでやってみていただきたいです。なかなかねこういうことを考えずにパッキングしてる方とかもいらっしゃるとは思うので、私もね登山始めた頃にそういうのを知って、それを知るまでは特別荷物の入れる順番に対して重さっていうことを基準に考えたことなかったので、ぜひやってみていただけたらなと思います。ちなみに私はいつも着替えを下に入れてますね。服って軽いし柔らかいんでクッションになるので、次の日に着る服着替えになるんで、出すの最後ぐらいのタイミングかなって思うので、服は一番下に入れてます。はい、ぜひ試してみてください。体も楽になるのでぜひお試しあれ。で、4つ目はですね、これもまた荷物の順番のお話になるんですけど、大きいものから入れるっていうことです。はい、大きいものからまず入れて荷物を安定させて、ちっちゃい小物類っていうのは空いたこうデッドスペース、ちょっとこう空いちゃうスペースあるじゃないですか。ああいうところに入れて空いた隙間を埋めるようにすることで、バッグ内の荷物っていうのがしっかりこう固定をされるですね。なのでそうなると移動の間とかにバッグの中がごちゃごちゃになっちゃうとかもないですし、私よく走るんですよこれは本当なんか人の性格にもよるんでしょうけど、私はね結構抜けてるところがあるので、間違えたとかでダーッとかダッシュしたり、電車が間に合わないとかでダーッってダッシュしたりとか、結構まあまああるんですね、そういうことがなのでそういった場合もやっぱ荷物がねごちゃごちゃに入れられてると、カバンの中でごちゃごちゃにやっぱ走ってる間なりますけど、だってね大きいものから入れて隙間を埋めるようにして荷物をきちっと固定していれば、そうやって走ったりとか暴れたりしてでもリュックの中の荷物はまあ割と固定されてます。そんなにごちゃごちゃになってるとかもないですね。お土産とか買ったりとかするといろんなものがこう荷物入っちゃってね、なんか嫌じゃないですか。人にあげるお土産がごちゃごちゃになっちゃったりとかしたらっていうのもあるので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、最後5つ目ですね。これはちょっとバックパックになっちゃうかもしれないんですけど、外ポケットにはもう最悪盗まれてもいいものだけ入れるようにしてください。はい、これはね特に海外旅行とかだとすり対策をしっかりする必要があります。よく使うから外ポケットになんてもってのほかです。これはスーツケースの方でも街歩きのカバンとかでも同じだとは思うんですけど、
パッてね取り出せそうなところに貴重品を入れないっていうことです。ティッシュとかタオルとかそういうねゴミ袋とかエコバッグとかなんかそういう、最悪盗まれてもダメージそんなに大きくないものをね入れるようにしていただければなと思います。よく使うからっていうことで貴重品を外のポケットとかファスナーがついてないね横ポケットとかそういうところに入れないようにしていただきたいなということです。これは本当にもう基本中の基本なんですけど、でもやっぱり初めての海外旅行とかで日本の感覚で行っちゃうとね、男性とかだと結構ポケットに財布そのまま入れちゃってる方とかもいらっしゃると思いますし、ファスナーとかがないねトートパックみたいなものとかやっぱ持ってる女の子もたくさんいると思いますし、日本の感覚だったら別にそれでも全然大丈夫だとは思うんですけど、やっぱ海外とかの旅行に行くってなった際はもうちょっとねそこら辺のスリ対策とか意識っていうのを持ってもらえるといいんじゃないかなと思います。旅先でスリに遭っちゃってなんかちょっとね嫌な思いをして帰るっていうのも嫌ですし、やっぱそういったこと対策ねできるものは備えあれば憂いなしだと思いますので、貴重品はしっかり自分で管理するようにしてください。またセキュリティポーチっていうね自分の身に巻きつけたり首下げ式で貴重品を入れるカバンなどは私もレビュー動画とかパッキングでも紹介してますので、今の話聞いてちょっと気になるなっていう方がいらっしゃいましたらこちらの動画もチェックしていただけると嬉しいです。以上が旅のパッキング基本のコツ5つの紹介でした。誰かの旅の参考やヒントになれば嬉しいです。まだ今この動画を見ていただいてもっといい方法ありますよ、私はこんなやり方で便利でしたよっていうのがあればぜひコメントください。私もそれで勉強になりますし、実際にそういう情報を求めて見てくださってる方にも届くと思いますので、よろしければこういうのも便利ですよ、もっとこういうこともありますよっていうことあればコメントでぜひください。よろしくお願いします。またこんなのが見たいとかこういうのもやってほしいみたいな動画のリクエストもあればよろしくお願いします。最近はねありがたいことにそういったコメントをもとにじゃあこういう動画作ってみようかなっていうのをちょこちょこ作るようにもしてますので、動画始めた理由も誰かのこういう旅の役に立てばなとか参考になればなっていうことなので、実際に見ていただいている方の声を反映できる動画作りができたら私も嬉しいなと思いますので、ぜひコメントでください。よろしくお願いします。ほんとね最近はこうやって視聴者さんの声を、反映して動画作りできるっていうのが嬉しいなと思ってますので、ほんとちっちゃいチャンネルですけど小さなことからなんか見てくださった人がねこれ役立ったなとか見てよかったなって思ってもらえる動画になればなと思ってますのでよろしくお願いします。ちょっとね最後に雑談とか挟みたいなと思うんですけど、見てください。今日、着ているものはこのね帽子はウズベキスタン、もうだいぶね私の動画でも出てくれてるこのウズベキスタンで買った帽子なんですけど、で今回着ているワンピースはエジプトで購入したワンピースです。でこれもエジプトのハンハリーズで買ったピアスとエジプトのルクソールのスークで買ったピアスをつけてます。こういう民族衣装とかが好きなチーボーです。はい、いろいろ今までの動画とかも見ていただけるとシンガポールで買ったワンピースとかマレーシアで買ったワンピース、ウズベキスタンで購入したセットアップなどいろいろ着てますので、民族衣装が好きっていう方もねぜひ見ていただけると嬉しいです。これはウズベキスタンで購入したスザニンってやつですね。こういうのもウズベキスタンの購入品紹介動画で値段だったり値下げ交渉だったりそういった話もしてますので、ぜひよろしければこれが初めてっていう方もちょっと気になった方いたらぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、ぜひ遊びに来てください。では最後までご覧いただきありがとうございます。いろいろ動画にしてますので再生リストや他の動画もね探してみていただけると嬉しいです。この動画がいいなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。